みんな、ずんだもんなのだ。今日はとっても面白いお話を持ってきたのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、微笑みの国、タイなのだ。実はみんな、知ってたのだ。タイは、実は未来の国なのだ。タイで使われている、仏暦っていう暦は、僕らが使ってる西暦より543年も進んでるから、コンビニの商品の賞味期限とかを見ると、未来の日付が書いてあってびっくりするらしいのだ。なんか、タイムトラベルした気分になれちゃうのだ。そんな不思議なタイの最新ニュースを今日はなんと、5つも紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。カンボジア国境紛争、タクシン、ペートンターン政治を衰退に追い込む。っていう、ちょっとドキドキする記事なのだ。なんと、タイの首相の支持率が急降下しちゃったり、秘密の会話がバレちゃったりして、国全体が大騒ぎになってるらしいのだ。タイの政治がどうなっちゃうのか、見逃せない内容なのだ。この動画が面白いって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなで一緒に、タイの未来とニュースを見ていくのだ。今回は、魅力あふれる、タイ王国をご紹介するのだ。タイは東南アジアのインドシナ半島中央に位置し、暖かい気候と豊かな自然に恵まれた国なのだ。首都は近代的な高層ビルと伝統的な寺院が共存する活気あふれる王国なのだ。古くはスコータイ王朝から始まり、一度も欧米列強の植民地になることなく独立を保ってきた誇り高い歴史を持つ国なのだ。現在は国王を元首とする立憲君主制を採用しているのだ。人口はおよそ7000万人ほどで、多様な民族や文化が息づいているのだ。主要産業は、美しいビーチや歴史ある寺院、親しみやすい人々が世界中から観光客を引きつける観光業なのだ。また、米の主要輸出国でもあり、豊かな食文化も魅力の一つなのだ。国民の多くが熱心な仏教徒で、その教えが日々の暮らしや文化に深く根付いているのだ。微笑みの国と呼ばれるように、人々の温かい笑顔が印象的なのだ。最近では、デジタルトランスフォーメーションの推進や、EV、電気自動車、産業の誘致、持続可能な観光の発展など、未来に向けた新しい取り組みにも力を入れているのだ。伝統を守りつつ、常に進化し続けるタイ王国。ぜひ一度、その魅力を体験してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。重装備も準備不足。カンボジア BHQ、再び敗れる。という記事なのだ。カンボジアの精鋭部隊、ボディガード本部、BHQ が、タイとの国境紛争でまた負けちゃったのだ。この BHQ は、選首相の権力を守るための特別な部隊なのだ。2025年7月28日の真夜中前、クワイ寺院で激しい戦闘が起きたのだ。選首相の命令で、停戦が始まる前にこの寺院を確保しようとしたらしいのだ。しかし、タイの精鋭部隊である第31歩兵連隊、キングス、ガードがしっかり防衛して、BHQ は撃退され、クワイ地域の支配を確保されちゃったのだ。今回の敗北は、2011年にプレア、ビヒア寺院で大軍に敗れた時とそっくりなのだ。あの時も、BHQ の進撃はタイの 155mm 砲の圧倒的な火力に阻まれてしまったのだ。BHQ は武装は最新のもので充実しているし、2011年以降も大きく近代化されたのだ。だけど、都市戦闘の訓練は受けているものの、今回のようなジャングルの地形での実戦には慣れていなかったのだ。この部隊の主な役割が選首相と家族の権力を守る政治的な力であるため、通常戦闘への準備が不足していると考えられているのだ。最近では、2025年5月28日の北での衝突に続いて、マネット首相が1万人以上の兵士を国境付近に動員したのだ。BHQ の
司令官は一部の部隊をプレア・ビヒアへ派遣したけど、部隊の多くは前首相とその家族の警護のため首都近郊に残っていたのだ。前線にいた BHQ 兵士たちは大臣や政治家、ビジネス界の有力者から現金や物資を受け取っていたらしく、まるでパレードのような様子がメディアでも報じられていたのだ。 BHQ は30年以上前に前首相の直属部隊として設立されたのだ。初期にはベトナムから軍事支援や装備を受けていたのだ。特に1997年にはクーデターで当時の有力者の政治的、軍事的基盤を壊滅させ、前首相のカンボジアにおける絶対的な支配を確固たるものにするのに決定的な役割を果たしたのだ。以来、BHQ は単なる精鋭部隊ではなく、一族の権力の守護者として機能しているのだ。2001年の旧911テロの後には、当時の第70旅団司令官だったマネットがアメリカからの対テロ支援を求め、ワシントンからの資金で部隊が近代化されたのだ。BHQ と第70旅団の本部は、前首相の自宅と同じ、厳重に警備された敷地内にあるのだ。今回のタイとの国境紛争中、前首相は BHQ の作戦室から指揮を執っていたのだ。マレーシアが仲介した停戦合意のニュースを受けて、首相は停戦が発効する前にクワイ寺院を占領するよう BHQ の特殊部隊に命令したのだ。だけど、タイの精鋭部隊に撃退され、カンボジアで最も政治色の強い軍事部隊にとって、またしても巧妙な敗北となってしまったのだ。二つ目のニュースなのだ。カンボジア国境紛争、タクシン、ペートンターン政治を衰退に追い込むという記事なのだ。タイとカンボジアの国境で起こった衝突のせいで、タイのペートンターン首相と与党対抗検討の人気がどんどん下がっちゃってるのだ。首相の支持率はなんと 30.9% からわずか 9.2% にまで急落しちゃったのだ。カンボジアの前首相との内緒の会話が漏れちゃったり、それぞれの家族が昔から深いつながりがあるって噂が広まったりして、国民のみんなの不信感がどんどん募ってるみたいなのだ。対抗検討の政治的な正当性も危うくなっていて、次の選挙では野党がこの外交の失敗をものすごく攻撃するだろうって言われてるのだ。国家はおもちゃじゃない。って言葉が今ほど重く響くときはないのだ。政策を間違えたせいで、罪のない市民が亡くなったり、家が壊されたり、信頼が失われたりして、本当に悲しい結果になっちゃったのだ。特に前首相の策略はすごくて、地域の政治の様子がガラリと変わっちゃったのだ。もう元には戻れないって見方が強いのだ。ペートンターン首相は国民からの厳しい批判の中で、自分の政治的な立場を何とか守ろうと必死なのだ。でも、おじさんとの会話の録音が出回ったことで、緊張はさらに高まっちゃったらしいのだ。シナワットカと噴火の間には、水面下で何か秘密の取引があったんじゃないかって噂も絶えないのだ。首相は国益のために行動したんだって反論してるけど、国民の心は離れつつあるみたいで、無傷ではいられない状況なのだ。この国境紛争は、タイとカンボジアの国民同士の関係にも、そしてタイの政治の仕組みにも、深い傷を残すことになるのだ。政治がちょっとでも不安定だと、国の外交力まで弱くなっちゃうってことが、はっきりしちゃったのだ。外務大臣への批判も出てるくらいなのだ。一方で、タイ軍は国家の主権を守るために頑張ったおかげで、国民からの信頼と政治的な支持を大きく取り戻したのだ。これからの軍事予算を増やしたり、空軍力や最新の武器を導入したりする動きにも弾みがつくかもしれないのだ。軍はプレッシャーの中でもその能力を示したのだ。でも本当に大変なのはこれからの文民政府なのだ。経済が停滞したり、アメリカからの貿易圧力があったり、物価が上がったり、自然災害があったり、そしてこの戦争とたくさんの問題が同時に押し寄せてきてるのだ。これにどう立ち向かうのか、
みんなが注目してるのだ。さらに厄介なことに、野党は今回の国境紛争を政治の武器にしようとしてるのだ。政府が拙い外交のせいで衝突を招いたって非難するだろうなのだ。タイとカンボジア、両方の国の政治家たちが、この危機を悪化させたんじゃないかっていう見方は、簡単には消えないだろうなのだ。次の選挙に向けて、対抗検討は本当に厳しい戦いを強いられるのだ。戦争の記憶は国民の心からそう簡単には消えないだろうからなのだ。3つ目のニュースなのだ。国境紛争収束、カンボジア政治が焦点に、という記事なのだ。カンボジアでは、タイとの国境紛争が落ち着いてきたら、国内の政治に注目が集まっているのだ。特に、フンカとティーカという有力な2つの家族の権力闘争が焦点になっているのだ。最近、タイ海軍がトラート、ストライク1っていう作戦でカンボジア軍を押し戻したのだ。これを受けて、カンボジアの T セイハ国防省がタイ国境の住民に落ち着いて行動するよう呼びかけたのだ。以下はカンボジア東部の古今、プルサット、カイリンで特に強い影響力を持っているのだ。元国防省の T ワン将軍も古今出身なのだ。カンボジアの政治は、フンカとティーカによる世襲が特徴的なのだ。フン。セン前首相は長男のフン、マネットに首相職を譲り、次男のフン、マにも副首相になったのだ。同じように、ティワン元国防相も息子ティセイハに国防相の座を譲ったのだ。ワンの弟ティビンの息子ティソカも海軍司令官になったのだ。専門家は、この世襲制度がカンボジアの政治を安定させていると考えているのだ。それは、これらの家族が国の重要な機関を支配していて、資源にもアクセスできるし、国際的な同盟も強いからなのだ。2023年の世代交代の時は、フンカとティーカの間で権力争いがあるんじゃないかって噂も流れたのだ。でも結局、フン、セン、サル、ケン、キー、ワンという主要なエリートたちがそれぞれの影響力を保てるように実用的な権力分担の取り決めをしたのだ。特にフン、センは3人の息子を養殖につけて他の家よりも王朝としての深さを見せつけたのだ。セイハは国防相になったけど軍の実権がない軍隊なき将軍って言われることもあるのだ。彼は以前シエムリアップ州知事だったから軍事より文官のイメージが強かったのだ。これからもハンフン、セン勢力はタイとの停戦交渉が終わった後のカンボジア国内の政治を注意深く見守るだろうなのだ。最近の戦闘でカンボジア軍が劣勢だったり領土を失ったりしたことがフン、セン前首相の無敵のイメージを傷つけ彼の国内での政治的正当性を揺るがす可能性もあるのだ。国外にいるサム、レインシーみたいな反対派も活動しているけど彼らだけでフン、セン政権を倒すのは難しいって見られているのだ。本当に政権にとっての脅威になるのはカンボジアのエリート層内部で亀裂が生じる時だって言われているのだ。4つ目のニュースなのだ。カンボジアは戦争に勝てないのになぜ終わらせないのかという記事なのだ。カンボジアがタイとの戦争をなぜ続けるのか不思議に思うのだ。軍事力はタイの約3分の1しかなく戦略的勝利の見込みはないはずなのだ。その秘密は距離の放水砲ファイアホーズ・オブ・フォルスフットと呼ばれる戦略にあるのだ。カンボジアは軍事的に劣っていてもこの戦略で国際社会から同情を得てプロパガンダで勝利することを目指しているのだ。自分たちを強力なタイに対する被害者と見せ国際社会の同情を得るのが目的なのだ。具体的にはソーシャルメディアを使って感情的で迅速で繰り返しのメッセージを大量に流すのだ。伝統的なメディアの事実確認を迂回して自分たちで物語をコントロールするのだ。これにより事実と虚偽の区別がつきにくくなり多くの人
特に外国の人がカンボジアに同乗してしまうのだ。この戦略は事実確認よりもスピードを重視するのだ。24時間体制のニュースサイクルやソーシャルメディアの即時性を利用し、まず情報を出すことで物語を形作るのだ。内容は怒りや恐れ、国家の誇りといった強い感情を引き出すように作られていて、繰り返し拡散されるのだ。繰り返し嘘を流すと、それが真実であるかのように感じさせる錯覚の真実効果が生まれるのだ。それにエコーチェンバーと呼ばれる現象を利用し、特定の人たちの信念に響くように情報を流すのだ。アルゴリズムが感情的なコンテンツを増幅させ、偽の情報が強化されてしまうのだ。また真実の情報さえもフェイクニュースだと主張して信頼を失わせる嘘つきの配当という現象も起きるのだ。この虚偽の放水法戦略は政治の分極化を深め、公共の機関への信頼を低下させ、人々の現実認識をバラバラにしてしまうのだ。建設的な話し合いや市民の関与を非常に困難にしている深刻な問題なのだ。5つ目のニュースなのだ。ジャトーポーン氏停戦条件めぐりタイ政府を糾弾。クワイ人疾患を指摘という記事なのだ。ジャトーポーンプロムパン氏はタイ政府がカンボジアとの停戦合意でタークワイ人の領土を失ったことについて、これはひどい間違いだったと激しく批判しているのだ。バンコクの戦勝記念塔で行われたデモでジャトーポーン氏はタイ政府の停戦への対応が係争中のタークワイ人を失う結果になったと非難したのだ。このデモはタイの主権を守る兵士たちの士気を高めるために開催されたのだ。彼は以前のデモから状況が悪化していると述べ、首相の辞任や連立政党の政府からの撤退を求めてきたが、民間人や兵士の犠牲に対する説明責任も果たされていないと指摘しているのだ。ジャトーポーン氏はタークワイ人の領土喪失がこの紛争で一番深刻な結果だと強調しているのだ。彼は代理首相のプムタム、エーチャやチャイ氏が軍と戦場の状況をちゃんと評価しないで停戦交渉に臨んだことを批判したのだ。タイ軍はいくつかの大切な場所を取り戻したけれど、タークワイ人を失ったことは消えない傷を残したと述べているのだ。ラーマ10世陛下の治世ではタイの領土は少しも失われないと宣言していたのだ。でも無条件の停戦交渉がまさにそれを引き起こしたのだと彼は語っているのだ。軍が政治的なプレッシャーでタークワイやチョンアンマーから撤退させられたという報道については、言葉よりも行動が大切だと答えたのだ。彼はマレーシアが仲介した交渉は間違いで、第三国が関わるべきではなかったと断言しているのだ。停戦の相手は特にタークワイの現地の状況を理解するべきだったのだ。カンボジアが午後6時に発砲をやめず、それが深夜まで延長された時、タイは危険に気づくべきだったのだ。カンボジアが指示に従わず攻撃を続けた時点で停戦はすでに破られていたのだ。タークワイ人を失った時点で合意の3つの項目全部が無効になるべきだったのだと彼は結論付けているのだ。今回は魅力的なタイの姿と国境での複雑な状況についてお伝えしたのだ。外交の難しさや情報戦、そして国内の政治的な動きが絡み合っていて、とても考えさせられるのだ。でもタイの美しい文化と微笑みの国の人々の笑顔はきっと変わらないのだ。平和な未来が来るようずんだもんも願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕
僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。